富のメモに描かれた機動戦士ガンダム幻の全52話。機動戦士ガンダム、それはガンダムシリーズの原点となる作品。今でこそ人気を博し、様々な派生作品が作られていますが、テレビ放送当初は視聴率が低迷し、本来の原案通りであれば全52話だったはずが、全43話での打ち切りを余儀なくされました。結果的には放送終了後、ファンからの声が殺到したということで、ガンダムの人気が各所へ認知されていき、劇場版3部作も制作されましたが、劇場版はテレビ版全43話を再構成してブラッシュアップされた作品となりました。そのため本来放送されるはずだった全52話の内容は幻となりましたが、1980年に刊行された書籍「機動戦士ガンダム記録全集後」にて、この幻の内容が富のメモという名のもとに公開されました。富のメモとはガンダムという名の初期案の一つ、ガンボイと呼ばれていた頃、富野義行氏が描いたガンボイの1話から52話までのストーリーとなります。物語の流れとしては、36話まではアニメ版とほぼ同じなものの、37話以降がアニメ版と大きく異なるとされています。今回はそんな機動戦士ガンダムの原案となる幻の全52話について見ていきたいと思います。1、テレビ版の大まかな流れ。幻の全52話の内容の話をさせていただく前に、テレビ版との違いを把握しやすくするため、まずはテレビ版として放送された機動戦士ガンダム全43話について簡単に全体の流れを説明させていただきます。テレビ版の流れは全部把握済みなので、振り返りは必要ないという方は6分38秒からご覧いただければ幸いです。アニメ版機動戦士ガンダムでは、スペースコロニー軍サイド3のジオン公国が地球連邦からの圧政に対して独立を掲げて宣戦布告を行い、ジオンと連邦の間で一年戦争と呼ばれる戦いが勃発しました。ジオン軍が地球へコロニーを落とし、地球の人口の半数が死滅した中、ジオン軍はモビルスーツを運用して地球侵攻を行っていきましたが、地球連邦軍が V 作戦でガンダムを開発。ガンダムに偶然登場したアムロレイがジオン軍と戦っていきました。ジオン軍は地球連邦軍総本部の南米ジャブローを攻撃するも失敗。ジオン軍の地球戦線が崩壊して戦場が宇宙へと移る中、アムロは宇宙戦線へと参加していきます。中立コロニーサイド6に寄港した際、アムロはダラー・スンやシャアーズナブルと顔を合わせ、その後ソロモン攻略戦に参加。スレッガーローという犠牲を払いながらも、ドズルザビがカルビグザムの破壊に成功しました。と、ここまでがテレビ版36話までの内容です。記録全集によると、ここまでは富のメモとほぼ同じとされています。では次にアニメ版の37話から最終43話について見ていきたいと思います。37話ではソロモン戦を戦い抜いたホワイトベース隊がテキサスコロニーへ向かいます。ここでガンダムはマクベがカルギャンと戦いました。さらに38話では駆けつけたシャアのゲルムグとも交戦。アムロはこれを退けています。またガンダムとゲルムグの戦闘後はシャアとセイラマスが開口し、セイラは連邦軍を抜けるように促され、シャアは追ってホワイトベース宛てとしてセイラに金塊を送りました。その後39話ではテキサスコロニーを離脱したホワイトベースが連邦軍の拠点となったソロモンに帰還しました。しかしという音とともに軍艦が爆発していきます。これはダラー・スンが狩るエルメスのビット攻撃によるもので、アムロは出撃しますがエルメスは退却。そしてシャリアブルが狩るブラウブロが現れます。ガンキャノン、ガンタンク、G ファイターが援護に駆けつけるも、シャリアのニュータイプ能力の前には歯が立ちませんが、アムロがブラウブロを撃墜しました。そして続く40話ではソロモンに入港したガンダムにマグネットコーティングが施されます。またジオン軍ではギレンザビがソーラレイシステムを準備しており、ベギンザビはこれ以上の戦果拡大に難色を示していました。そんな中、ガンダムとエルメス、そしてシャア専用ゲルヌグの戦いの初戦が繰り広げられ、ガンダムはゲルヌグの左腕を破壊しますが撃墜には至らず、ララーの頭痛が止まらなかったことからシャアとララーは撤退しました。こうして最終決戦への布石となった40話に続く41話では、ベギンソドザビが単独で
連邦と交渉のために発進しました。またキシリアはシャアの正体がキャスバルと見抜いており、2人の駆け引きが繰り広げられます。そして連邦とジオンの総力戦が始まりました。その中でアムロは再びシャアとララーと戦い、その先にシャアをかばったララーのエルメスを撃墜してしまうのでした。さらに連邦軍を一気に殲滅するべくディレンが用意したソーラレイのビームが放たれます。こうして混沌とした最終決戦の火蓋が切って落とされ、続く42話ではアバオアフーの決戦が始まります。ジオン軍の圧倒的な優勢から勝利を確信するディレンでしたが、キシリアに撃たれジオン内部は混沌としていきます。一方シャアはジオン軍を受領し、アムロとの最終決戦に臨みました。そして最終話となる43話、連邦軍はアバオアフーを攻略。アムロとシャアの戦いも決着。アバオアフーが崩壊する中、アムロは死を覚悟しますが、ララーの声を聞き、ホワイトベース隊が脱出できるように促し、アムロ自身も無事生還。さらにシャアがキシリアを撃ったことでザビ家も崩壊し、一年戦争が終結しました。ここまでがテレビ版機動戦士ガンダムの37話以降の大まかな流れとなります。つまり37話から43話ではテキサスコロニーでのギャントの死闘、ララーとの戦いと教官、ソーラレイによるベニンの死、アバオアクーでの最終決戦といった内容が描かれていました。しかし幻の原案全52話ではまた違った内容が描かれています。ここからはその内容を見ていきたいと思います。なおモビルスーツの名称が現在と一部異なるものがありますので、画像と名前を合わせてご覧ください。2、幻の全52話テキサス編。36話にてドズレのミグザムを何とか破壊することに成功したホワイトベース隊ですが、キシリアはドズレの忘れがたみを引き取るとマクベとバロンに連邦軍追撃部隊の殲滅を命じました。こうしてアニメ版37話と38話で描かれたテキサスコロニーでの出来事が原案では37から39話で描かれていきます。まずマクベは特注の剣技モビルスーツ白樹を受領します。しかしバロムはこれが面白くないと感じたので、シャアと共にマクベを抹殺しようと企みます。そこでまずマクベがホワイトベース隊と接触する中、バロムはドワッジで強襲を仕掛けました。戦いの先にホワイトベース隊は危機に瀕しますが、かつてのルナ2の基地司令ワッケインの戦艦マゼランに救われました。一方バロムのドワッジはテキサスコロニーに逃げ込みますが、アムロのガンダムと戦いの先に差し違えました。ガンダムも損傷を受けましたが、テキサスコロニーには空気があったため、アムロはなんとか外に出ました。そこでアムロは本編未登場のカスバル・ベイリーというジオンを憎む17歳の少年と出会い、ジオンの戦艦がテキサスに入港していることを教えてもらいました。そしてアムロは損傷したガンダムで港に潜入し、白磁と戦いを繰り広げます。シャアはギャンで出撃していましたが、マクベにはガンダム討伐隊の命令を受けていないので十分な戦力を持っていないと言って罠を仕掛けており、白磁はシャアの罠とガンダムの戦いの中で散りました。またカスバルはジオンの恨みを晴らすべくアムロについていきました。その後ホワイトベースはテキサスコロニーに潜入してガンダムとアムロの救出を図りますが、マクベ隊はシャアの部隊に統合されており、本編未登場のシャアの部下ジンライムのドワッジの妨害を受けます。一方シャアはララーやソフィア博士と共にテキサス内でニュータイプのテストを行っていましたが、ワッケインのマゼランに妨害されテキサスから脱出できずにいました。そんな中アムロのガンダムとシャアのギャンが戦い、ガンダムが勝利。テキサスの荒野を逃れるシャアはセイラと出会うのでした。この時セイラとシャアはテレビ版同様の会話を行いますが、テレビ版とは異なり、セイラが本物のシャアを知っているということや、シャアは本物のシャアが暗殺されたので名前をもらったということが語られており、オリジン版とつながる内容になっています。またシャアはセイラ宛ての金塊をテキサスの港に送っており、カスバルがこれを見つけてセイラに渡しました。このようにテキサスコロニーの話に関しては、シャアがマクベに協力しなかった理由や、シャアの過去、シャアの金塊をホワイトベースが受け取った方法など、テレビ版以上に
細かな描写が描かれています。3、幻の全52話ニュータイプ編。原案第40話では、ギレンザビがシャリアブルと会合し、シャアの元へ向かうよう指示。ゲルググを受領しました。一方、アムロは、沈むセイラに、初めて興味を持ち、心配して話しかけていました。この時セイラは、アムロを対等な相手として見るようになってきたことが描かれています。そんな中、シャリアはララーとシャアに会い、ララーの脳波を通じて、シャアがザビ系の怨念を持っていることを知りつつ出撃しました。そして、ワッケインのマゼランをあっという間に撃沈し、ガンダムとの交戦に入りました。アムロはゲルググの攻撃に苦戦しますが、予知能力の官能の目覚めが起き、意志を消すという戦術でゲルググの撃墜に成功しました。テレビ版ではこの後、ギレンはソーラレイの準備に入りますが、原案ではシャリアが撃たれたことを知ったギレンが、連邦にもニュータイプが生まれつつあることを危惧して、シャアの元へ援軍としてニュータイプ精鋭部隊を送り込む姿が描かれました。また、同時にキシリアは偵察隊として本編未登場の優勝ダレと山越えハンマーという恐るべき武器を持ったモビルスーツガッシャ、そして2機のムフタイプを出撃させました。セイラのガンタンク、カイのガンキャノン、ハヤットの G パーツに対し、隕石の影から狙い撃つガッシャの山越えハンマーにより、セイラは危機に瀕しますが、アムロが危機を予知する力に覚醒。ガッシャを撃墜してセイラを救いました。その後、ホワイトベースがルナ2で補給を受ける中、アムロはララーの声を聞き、G スカイで出撃。そこで、エルメスとシャアのキケロガに襲われます。なんとか逃げることができたアムロは、ガンダムの機動力が自分の反射神経についていけなくなったと感じていた中、モスクハン博士と出会いました。モスクは、ジオンのソフィア博士の理論をテムレイが流してくれた技術により、ガンダムをより早く滑らかに動かす手当てをしてくれることになりましたが、この時モスクは、テムがフラナガン機関に殺されたことは確実、とも話をしています。こうして、ガンダムはマグネットコーティングを施され、アムロは、シャアのキケロガやエルメスと再度戦い、キケロガを撃墜しました。なお、シャアが、危機一髪のところをエルメスに助けられたことを知ったセイラは残念がっていました。また、これをきっかけに、ブライトは、セイラへのわだかまりが消えていきます。ここまでが、原案42話までの内容であり、テレビ版では、エルメスとゲルググとの初戦の内容が、ゲルググからキケロガに置き換わって描かれていたことがわかります。そして、続く43話からは、アバオア空戦ではなく、月面都市グラナダへ向かいます。4、幻の全52話、グラナダ編。キケロガを撃墜されたシャアは、グラナダへ向かい、連邦軍やホワイトベースも、グラナダへの攻撃を始めました。シャアは、アッザムで、ジムの大半を殲滅しますが、一方で、ハヤトが、決死の活躍をし、さらに、ガンダムがガルバルディを殲滅していきました。そんな中、キシリアはシャアと会い、正体を知っていることを明かした上で、生き延びられるとは思えない、恨みを晴らすなら、剣の人たちでも私に加えたらどうかと言い、シャアは、お言葉に甘えてキシリアを刺しました。こうしてグラナダは陥落しますが、ララーという恐怖の声とともに、連邦の戦艦が撃沈されていきます。これをララーの仕業と感じたアムロは出撃。エルメスと連動する毒の攻撃を受けて、ガンダムを守ろうとするセイバーは、重傷を負い、ピンチになりますが、ガンダムは、月面の地中に潜むエルメスの本体を発見。アムロとララーは、互いに声を交わします。一方、シャアは、ギレンとの会議を終えて、本編未登場のハン・エスパー、バッカデリアと共に、ガルバルディに登場してララーの元へ向かいました。バッカデリアは、ララーが敵であるアムロとざれ合っていることを感じ取り、二人とも殺そうとしますが、カイとハヤトに撃たれました。そして、ララー、シャア、アムロの戦いの先に、ガルバルディにとどめを刺そうとするアムロからシャアを守るべく、ララーは散るのでした。このように、テレビ版40話と41話で描かれたララーとの戦いが、原案43話から45話で描かれています。そして、ここからは、ソーラレイ勝者と最終決戦へ向かいます。5、幻の全52話、ソーラレイ編。傷ついたシャアは、グラナダから帰国して、ギレンと会いました。ギレンは、
ニュータイプ部隊が破られたことに危機を感じており、シャアはジオングを要請しました。そんな中、ジオンのベニンザビ本人が和平交渉のルート発見のためホワイトベースに直接乗り込んできました。なおベニンは秘書クスコアルを従えており、ブライトは惚れていました。会談の後、ベニンはセイラと別室で語り合っており、アルテイシアと知った上でかつて大君一派をやむを得なく追放したことを明かします。その後、和平を良しとしないギレン派のキケロガ部隊の襲撃によりベニンは命を落としました。この時ブライトはクスコを救出しており、このことを神に感謝していますが、アムロはクスコがスパイだと疑っていました。次にアムロたちが38番地のサイドから無数の宇宙艇が発進するのを目撃し、この理由を知るため38番地に向かいましたが、そこで新型モビルスーツガラバに襲われます。ガラバの強力なパワーに苦戦するも敵のパイロットの捕獲に成功しましたが、何が起きようとしているのか聞いても理由は分かりませんでした。一方シャアは本編未登場の新たなニュータイプゴラをゲルググに乗せるようギレンに上申しましたが却下されました。この時ギレンとの会合を経て、シャアは敵討ちにこだわる自分こそ俗物ではないかと悩む様子が描かれています。その後連邦は木星から帰国するヘリウム船団を殲滅すればジオンの戦力を一気に削れると判断し、ホワイトベース隊の戦力増強を図りました。この時クスコがこれをジオンに知らせるべく脱走しようとしますが、ブライトは自らクスコを追い仕方なく射殺しました。また木星船団を襲う連邦の前にゴラが狩るゲルググが現れ、アムロがこれに対抗します。ゲルググは破壊しますが、脱出したゴラはシャアと共にギレンと会い、シャアがキャスバルだと言い放ちました。しかしギレンはジオンが勝利すれば良いと考え、シャアにガラバを与え、ゴラにジオングを与えました。その後アムロはゴラのジオングと交戦します。アムロは何とか勝利しましたが、ゴラはゾウだけに支えられた予知能力を持つ人物で、ガラーとは全く違うニュータイプがやることではないと憤慨し、ゾウを生むものや戦争の根源とは何なのかを考えるようになります。そして今度は待ち構えていたシャアのガラバと戦いを繰り広げますが、戦いの最中38番地を改造したソーラレイが照射され、ベビル将軍以下連邦の戦力は一瞬にして消失します。シャアもやりすぎだとたじろぎ、その一瞬の隙を突かれてガラバが破壊されました。またアムロたちはそのまま38番地を破壊しました。ソーラレイのアイデアはシャアがギレンに出したものとされているため、シャアは自分のアイデアが大量虐殺につながってしまったことに相当ショックを受けていたのかもしれません。ただし帰還してギレンと会った際にはシャアを許すどころかソーラレイ発案の功績で2階級特進にしてやると言われています。ここまでが原案46話から51話までの内容となっており、テレビ版でソーラレイを使用して連邦を殲滅するまでの話や、アムロが真の敵は誰なのかと考えるようになっていくまでの道のりが細かく描かれていることがわかります。6. 幻の全52話アッバオア空編。ソーラレイで連邦軍を焼き払い勝利を確信するギレンでしたが、ホワイトベースはついに要塞都市アバオア空へたどり着きます。しかしガンダムは無数の戦いを経てすでにボロボロであり、アムロにとっての真の意味での部下だったカスバルもここで戦死しました。またガンダムはギガンの攻撃により大破。アムロは真の悪であるギレンを倒すべきと考え、ギレン親衛隊の前に生身で拳銃一丁で戦っていくことになります。傷つくアムロでしたが、そこにシャアが現れ、セイラ、未来、ブライトも現れ、共にギレンの元へ向かいました。思いを共にした者たちはギレン親衛隊の前に次々と倒れますが、なんとかアムロはギレンの元へたどり着き射殺することに成功。アバオア空が自爆することを知ったアムロは仲間たちと意識を共有し脱出するように促します。シャアはセイラと会話した後行方をくらまし、ホワイトベースクルーはボロボロのホワイトベースで脱出、アムロ自身はボロボロのガンダムで脱出に成功。こうして宇宙世紀 WO81 月3日、連邦政府とジオン共和国との間に和平交渉が成立したのでした。ということで以上、幻の全52話の紹介でした。
モビルスーツの名前に関しては、ギャンが白磁だったり、ブラウブロがゲルヌグだったりと、名称が今と異なる機体が多く存在します。機動戦士ガンダムは、打ち切り決定後に、ファンから多くの問い合わせがあって、打ち切り決定を取り消してほしいという話まで出たと言われていますが、このように、原案全52話の37話以降は、アムロがニュータイプとして覚醒するまでの細かな描写が描かれていたり、真の敵がザリ家ということを認識するまでの経緯が描かれていたり、今でこそオリジン版で描かれているような、キャスバルがシャアになった経緯を匂わせる演出が含まれていたりと、話数の多さならではの内容が多々存在します。しかし、一方で、シャアがディオングに登場しておらず、単にアバオア空戦で消耗しきったがゆえに、ガンダムがギガンに撃墜されていて、ラストシューティングが存在しないということで、ちょっとインパクトが薄い印象を受けたり、シャアがキシリアをあっさり殺すという、ちょっとあっけない印象を受けたりする場面も存在します。ただし、富のメモでは、これは、あくまで、ガンボイの時点での原案とされています。富のメモ内の表記は、ガンボイであって、ガンボーイではありません。もともと、ガンダムという名前は、ガンボーイという名前にコンボイをかけて、ガンボイ。そこに、初期の作品名、フリーダムファイター、ガンボーイのフリーダムのダムと合わせてガンダムになったと言われています。そのため、もしもテレビ版が打ち切りにならず、52話まで放送されていたら、ストーリーを深掘りした上で、ガンダムとジオングの最終戦が見れていた可能性もありそうです。放送されていたら、どんな演出になっていたのか、気になるところなのではないでしょうか。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本、動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。